皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は2023年下半期のベストコスメです。今年もいよいよ残すところあと1ヶ月ということで、2023年の下半期の私がとってもリピした愛用コスメたちを紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。早速紹介していきたいと思います。まずはベース部門になります。じゃじゃん。こちらのセレブの下地ですね。カラーセッティングベースのピンクが私の下半期一おすすめだったリピした下地でした。もうこれは多分動画見てる方は、下半期に関わらず上半期なんなら去年もずーっと使ってたと思うんですけど、本当にいよいよ商品が発売されて、もうこれは絶対に毎日欠かさない、どのメイクをしても欠かさない紙下地になっております。こちらですね、詳しい商品の詳細は別動画で新作のレビューを出しているので、そちらを見てほしいんですけど、何がいいかってもうとにかく青グマ、私すごく青グマがひどくって、結構皮膚が薄くってこう透けやすい肌質なんだけど、クマとかここら辺のハの字のゴルゴラインっていうのかなとかのクマを消してくれたりとか、あとは今年は結構割となんかこうピンクメイクだったりとか、バブミメイクみたいなのもすごい私の中でマイブームがあって、それを使う時にこことあとこの頬の部分に赤ちゃんのほっぺってちょっと赤くふんわりしてる感じのイメージあると思うんだけど、あれを再現するためにちょっとここら辺に塗ったりとか、あとこう口元もね結構くすんできたりとかこう黄身が強くなったりとかするんだけど、そういうのをこの下地で整えてあげて、その上からファンデーションを塗るっていう感じでメイクしております。クマが消えるっていうのはもちろんなんだけど、私の今使っている下地の中でとにかく乾燥しない、今年多分なぜかすっごい肌が乾燥する、今まで生きてた31年間の中で一番乾燥してるんだけど、それでも割と保湿力を保ってくれて肌が無理してない感じで軽いテクスチャーでつけられるのがすごくよくって、私はこれを今年は一番使ってたかなと思います。これ1本で済む時もあれば、これプラス何かの下地とかを使ったりとかするんだけど、そのもう1個の下地とかは結構日によってメイクするカラーのトーンとかによって分けたりとか、ブルー系使う時もあればパープル系使う時もあるしみたいな感じで分けてメイクをしてました。ただその中でも絶対毎日マストで使ってたのはこちらの下地になります。続きましてファンデーション編です。まず1つ目、宣伝っぽくなるかなと思って出すか迷ったんだけど、本当にリアルに私が使ってたものをお届けしたいので、クッションファンデーション界の中でも私が一番使ってたアイテムだったと思います。セレブのピュアポリッシュクッションファンデーション19番アイボリーですね。サンプル何回から何個使ったのっていうぐらい本当にずっと使ってます。これも夏も使ってたし、あと化粧直しの時も持ってってたし、あと冬になった今これも本当に乾燥しにくいので、あと軽いつけ心地っていうのが私の今年のファンデーションのマイブームだったんだけど、今まではね結構がっつり全体を塗るみたいな、厚塗りまでいかないけどしっかりめのテクスチャーが好きだったんだけど、年々やっぱ年を重ねるごとにお肌が無理してる感じがこう塗った瞬間からあると、完成形のお顔もちょっと無理してる感じというか作られた感じがするのが嫌で、よりナチュラルっぽいというかカバーしてくれるのに軽いつけ心地でつけられるっていうこのテクスチャーは、自分で作ったからね私の好みに作ってるんだけど、唯一無二だったかなと思います。もう多分うちの会社の子たちもみんなこれリピしてるし、あとね毎日 DM ですごいメンションしてくれるんだよね。これを使ってくれた口コミを書いてくれる子というか感想をメンションしてくれてるんだけど、本当にびっくりしました。もう驚愕です。みんなに伝われみたいな感じですごくお褒めの言葉をいただいているもうベストコスメかなと思います。でもう一つリキッドファンデーションですね。バニラコのカバーリックスパワーフィットファンデーション、こちら19番のライトっていうカラーを使っております。前回の多分動画でも言ってたかな、リキッドファンデ私すごい好きっていうお話してたと思うんだけど、リキッドファンデーションの中で私が唯一使ってたのはもう本当にこれが一番圧倒的に多かったかなと思います。これも割とリキッドファンデーションの中でも軽めなつけ心地なのにカバー力がしっかりあるっていう感じのイメージです。なんかねこれもあんまり浮かない、真っ白くならないというか本当に肌に馴染むようなトーンアップのカラーになっておりました。あとはよれにくい、私の肌に合ってるのか結構本当によれにくかったので、こちらはずっと使って愛用していたものになります。私セミマットの肌が好きなんだけど、テクスチャー的にはそんなになんか硬い感じではなくってスルスル伸びるイメージ
すごく伸びがいいから、ほんと少量つけるだけで全然カバーできるっていう感じで、それでいてしっかりと密着するし、よれにくいし、小鼻周りとかがよれてきたとしても綺麗なよれ方というか、夕方あたりになってもすごく綺麗な肌が持続されているような感じでした。今年多分スパチュラがすごくトレンドだったと思うんだけど、本当にああいうのでやって、私が厚揚げ豆腐って言われてる三膳みたいな名前のパフで薄く軽く広げていくっていう感じでずっとメイクしておりました。バニラコは本当に下地アイテム、リップとかシャドウとかも可愛いんだけど、私的にはベースメイクアイテムがどれも全部いい。パウダーもいいし、リキッドファンデもいいし、プライマーもいいし、全てがいいっていうイメージです。でこれのクッションファンデーションバージョンもあるんだけど、それもすごくいいのでぜひ使ってみてください。続きましてお粉ですね。お粉はこれはもう誰に何を言われようがもうこれっていう感じです。もう本当に神。セレブのセッティングパウダーですね。これの私はクリアが一番使うことが多かったです。毎日使ってたし、で6月ぐらいから猛暑だいぶ暑かったよね。37度とかの日とかあったじゃん。もう本当に苦しい。私暑さを感じない人間なの。平熱が35度ちょいぐらいしかなくて、あんまり外歩いててみんなが暑くて汗かいてるっていう感覚もわからないし、暑いっていう感情があんまないから冷房もつけない女なんだけど、基本的に今年はマジで暑かったの。なんだけどその暑さにも耐えられるぐらいこのパウダーは神だった。私は基本的に T ゾーンとこのほうれい線の部分と顎周りに塗ったりとか、あとフェイスラインのここら辺に塗ったりとかするんだけど、もう本当にこれ1個あれば朝から夜まで崩れないっていう感じで過ごせれたので、化粧直しは基本的にこれだけ持ってお出かけするっていう感じでした。これとリップとか持ってそれだけでお化粧直しっていう感じです。で個人的にはコスメデコルテとねチャコットのねパフがすごいよくって、こうやってやるだけでここのほうれい線とかも消えるし、毛穴がもうどこ行ったのってぐらい本当になくなるんですよ。なのでファンデーションの分量とかを少なくしたい方とかはこのお粉がかなり高密着で綺麗に毛穴をなくしてくれるので、ファンデーション薄めパウダーしっかりみたいな感じで問題ないかなと思います。でちなみにヒアルロン酸も配合してるので、今の乾燥の時期でも全くで乾燥しないのと、粒子かなり細かく作ってるのでダマになったりとか重ね付けしても全然この上に浮いちゃったりとかゴワゴワっとしちゃったりとかダマになったりとかも全くないので、私的にはもうこれは本当におすすめ中のおすすめな感じでした。多分ね今セレブが続いてるから自分のブランドだからだろって多分思う方もいらっしゃると思うんだけど、本当にこれがリアルなの。動画でもずっと使ってるからあれだと思うんだけど、本当にずっと使ってたので、ぜひ今自社ブランドしか紹介しない私に嫌悪感を抱いてみたあなたはぜひそのままポチッとして買ってみてください。本当に使ってみてほしい。そしたら本気で言ってたんだなっていうのが多分わかると思う。他のものも比較で他ブランドのものも紹介しようかなって思ったんだけど、私マジで使ってなさすぎて、過去だと多分コスメデコルテさんとかエスポアのお粉とか使ってたので、ぜひそちらもすごくいいので使ってみてほしいんだけど、本当にこれしか使ってなくてちょっと比較はできません。なんですが本当にこれを一番使っておりました。続いてシェーディングです。こちらは新たな入賞になっております。これブルベイエベみたいなウォームトーンクールトーンあって、クールトーンの方を私は選びました。今までは&B 使ってたんだけど、&B が1色しかなくって、あれもすごくいいんだけど、さらに肌に馴染むいいのを見つけてしまいました。シェーディングはこのスティックと、あといつもの動画で出てくるデイジークあると思うんだけど、あれは継続で使ってます。なんだけどあれはもう入賞しちゃってるから、今年は新たなものを入れようと思ってこちらを入れさせていただきました。これね何がいいってちょっとねパウダリーっぽいの。つけた瞬間に&B のはちょっとツヤめく感じなので、あんまりこうマット肌が好きじゃない方とかそういった方、やや顔にこう立体感を持たせたい方はあちらがいいかなと思うんですけど、これはすぐね肌に馴染む感じ。なんか固形のシェーディングのスティックバージョンみたいな感じ、スーってなんかここら辺の肌に馴染んでくれる感じで、パウダリーっぽいこのテクスチャーが珍しくていいなと思いました。こっちに側にねハイライターもあるんだけど、ハイライターは私は1回も使ったことありません。初めて今手に塗布した私はハイライト部分は使わずにこちらのシェーディングをここら辺、あとここまでは普通の固形のハイライトなんだけど、ここを鼻を丸くするために小回り効かせるためにね、こういう感じでやったりとかするのはこちらを使ってました。これね本当にねおすすめ。しかもお値段も多分お手頃なはず。私これ 3,4 本目ぐらいです。続きましてハイライト部門ですね。ハイライトも今年はもうこれしか使っておりません。プリズムショットマルチハイライトパレットの01番ですね。見ていただいたら分かる通り本当にもう底がこんな感じで見えておりますっていう感じで、一番使ってたのはこの色とこの色で、この色はいつも基本的にここに塗ってます。これをこういう感じで
これは粒子が割と細かくって塗った時にこんな感じで光に反射してキラキラうるうるするような感じです。こっちはもう毎回この今使ってるこことここに女神スポットで本当に少量トントンって点置き、あとはここを手に取ってこの鼻とここに絶対に毎日塗ってますっていう感じで、こことここはすごく使ってました。で一応これピンクなんだけどコーラル味があるピンクというか、結構どの肌の方とかにも馴染むし、どんなメイクする時にも馴染むので、これはすごい一番使いやすいかなと思います。でこっちに関してはちょっと青みが混ざってるので、チーク苦手な方とかそういった方はこれをチーク兼ハイライト代わりにしたりとかしてもいいと思うし、これに関してはこれのピンクバージョンみたいな感じになってるので、ちょっとこうワンホンっぽく鼻赤くねしたいっていう感じの時とかにもすごくおすすめになってます。これマジで撮影の時とかもすごいね褒められるの。光に当たる時にすごくいいかな。自然光で見た時にお肌がパンって内から発光してるみたいなお肌になるのと、私本当にこれマジでハイライトのおかげ。なんかお客様がいつもライトイベントとかでね言ってくれるのは、これ使ったらさきさんの肌になれましたってすごい言ってくれるので、私多分別にそんなにめちゃめちゃ肌が綺麗なわけじゃなくて、普通、別に荒れはしないけど割と普通一般的なんですよ。毛穴一切ないとか肌がもうすごいみたいな感じじゃなくて、割と普通、世間一般様って感じなんだけど、こんな私でもすごい綺麗ですねって言ってもらえるのはマジでこれのおかげだと思います。本当にここにツヤがあるだけで本当かなり綺麗に見えるので、あとこういうねなんかちょっとこう人と喋ったりとか笑ったりとか可愛らしいメイクの時とかはんってやった時のここに色で丸くね入れとくと、頬の位置がこうキュッと上に上がって、イメージ的には韓国の女優さんみたいな感じの可愛らしい綺麗な感じの幽怨な感じのイメージになるので、ぜひデートとかの時は使ってみてください。続いてアイシャドウ部門いきます。アイシャドウはねもうオンリーワンです。ウェイクメイクのパレット、ウェイクメイクのこのパレット何個か多分あると思うんだけど、私はこの10番のちょっと青みがかっているこういったカラーのシャドウを選ばせていただきました。アイシャドウ今回1個しか選んでないんだけど、その理由といたしましては、私本当に多分今年コスメに500万ぐらい多分かけてると思う。この1年でマイシアとコスメ行っては本当10万から20万の買い物をし、もう速攻ゴールド買い、韓国行っては爆買いしてみたいな感じで、見つけたらちょくちょく買って、 Amazon でも毎日ポチポチやってて、新しいの出たら全部買ってたの。だからほぼほぼ持ってないアイシャドウがないんだけど、そんだけあるからもう買ったらいろんなものをどんどん使ってて、一つに固執してずっと使ってるってものがなくって、今回は1個だけ選ばせていただきました。でもその中でもなんでこれを選んだかというと、去年私が使ってたのは割とコーラル系とかオレンジ系のピンクだったりとか、ピンク界の中でもオレンジ寄り、あとはオレンジ系のコーラルメイクみたいな感じのものとか、ベージュ系のメイクとかがすごく多かったんだけど、今年は今まで似合わないと思ってた空前のブルベっぽいシャドウブームみたいなのが斎藤咲の中で爆発してて、かなり青み系のピンクをスポットで探してお買い物して使うことがすごく多かったです。でその中でも一番使いやすかったなって思ったのがこちらでした。で多分ねこれ韓国で買ったんだよね。私韓国のオリアンで友達と韓国でイエーイって遊ぶぞってなって、可愛いメイクするために新しいコスメ買おうみたいな感じで、夜遊びのために買おうみたいな感じで初めてこの色に挑戦してみたの。友達がさすごいザ・ブルベみたいな女がいるんだけど、その女がねこれ可愛くないみたいな感じで言ってて、私もその女に影響されてちょっと買ってみたんだけど、その女と一緒にメイクしてたこれすごいハマっちゃって、で私本当にこのメイクでモテたのね。言ってたよね。私多分カンナム位置モテてるってぐらい本当にびっくりするぐらいモテたので、ぜひデートメイクにも使ってみてほしいし、なんかそういったことがあって、私意外とこっち系のメイクいけんじゃないって思ってこれきっかけでいろんなブルベメイクというか、いろんな青み系のピンクのシャドウを買うことが多かったっていうエピソードです。でも本当にこれすごいよくって、ウェイクメイクのこのパレットってさ、たくさんシャドウ入ってて16色入ってる中で、多分いろんな薄いピンクもあれば濃いピンクもあったりとか、ラメも2色あったりとか、あとはシェーディングとかになるカラーとかもあるので、なんか使い方が自由。悪い意味で言うと多分メイクあんまり得意じゃないっていう方とかは何色使っていいか分かんないって思うかもしれないんだけど、逆を言えば別にこれをチークにも使えるし、自分の肌に合うものを多分これで見つけられるみたいな感じで、すごくいいかなと思います。特にねブルベメイ
イクというか青み系のメイクが得意じゃない方とかでも使いやすいシルバーとちょっとパープルっぽいピンクラメが入ってるみたいな控えめな使いやすい初級者ブルベラメみたいなのも入ってるので、割とこれはどなたでも使っていただきやすいのかなと思います。私は割とここら辺のカラーとかベースにこういうの塗ってここら辺のカラー使ったりとかすることが多くて、このラメもすごく使い勝手がよくってたくさん使ってたかなと思います。ちなみに今日のメイクもこちらを使ってメイクしております。チークも一緒にこのまんまここの色混ぜて塗ってるっていう感じで、チークまでパレット一つで仕上げるっていうことが多かったです。マジで私こっち系しか使ってなかったよね。多分気づいたら来年は多分またオレンジとか使ってるんだと思うんだけど、あと最近ハマってるのはちょっとスモーキーメイクで黒とかグレーとかのシャドウをすごい最近集めてて、ただ今年の下半期のベスコスはこちらになります。続いてそのままマスカラですね。マスカラはこちらの2つを選ばせていただきました。まず1つがキングダムのマスカラです。これはなんか束マスカラが簡単にできるよみたいなカールマスカラになってます。コームっぽくなってるやつ。これは長くこうビヨーンって伸びるとかそういうものではなくって、何かと言いますとすごく自然でナチュラルなんだけど束感まつげが作れるっていうマスカラかなと思います。なのでボリューム出したい方とかまつげ盛りたい方にはおすすめしません。で、私がなんでこの2つを今回選んだかというと、今年ほとんど地まつげでメイクすることあんまなくて、ポイントまつげ、束まつげ一本一本のまつげつけまをつけてメイクすることしかほぼなかったので、なんかその今日も使ってるんだけど、こういう感じでこの束まつげ一本一本植えて、その上に束にするのにこれとこれを使ってたっていうイメージです。なので多分普通の地まつげさんの目でこれを使うとちょっと物足りなさというか、カープのキープ力とかもそこまで正直地まつに使った時はなかったので、つけまつげ使う方にすごくおすすめなまつげって感じです。だから逆につけまつげ使う時って上から普通のボリューム系のタイプのマスカラ使っちゃうとマジで1900何年みたいな感じのクヤーンってなっちゃうの。ギャルみたいな、渋谷ギャルみたいな感じになっちゃうので、そういうのが嫌な方はこちらはおすすめですっていう感じです。もう一個ね、こちらのウォン・ジョンヨ先生のヌードアイラッシュのシアーブラックですね。これはちょっと気持ち繊維が入ってるって感じです。で、シアーブラックの名の通りちょっとグレーがかってます。なのでこれもつけまつげとかセパレートタイプの一本まつげとかをつけるときにサーってやるとすごくいいかなと思います。で、ちなみに両方のマスカラは一本タイプのつけまつげじゃなくてクロスしてるまつげみたいなのがあるんだけど、なんかそういうの使う時にいいって感じ。それを一本にまとめるとこういうまつげ、それこそ私今日はそれを使ってるんだけど、こういうちょっと一本一本地まつっぽい感じの見え方になるのでおすすめです。なんか私一本タイプのつけまつげつける時は一本がもうそのまましっかりコーティングされててパチッとなるのでマスカラとかはつけません。続いてペンシルになります。今年はなんかすごくペンシル系を使うことが多くて、ペンシルアイテムをちょっと3本ほど紹介していきたいなと思います。まず1つ、キャンメイクのアイバックコンシーラー03番です。これは涙袋ペンシルになります。スルスルスル見えない。多分肌なじみ良すぎて見えないね。これは涙袋のこのベースに塗るもので、下まぶたのアイシャドウを塗る前にこれをベースで塗ってからアイシャドウを塗ってるっていう感じです。自然に私涙袋を描いたりとかしないので、自然に涙袋をぷっくりすることができるっていう感じのアイテムになります。なんか涙袋を私描くのがあんまり似合わない。人によって目の形とかによって涙袋描くのも似合う人もいればそうじゃない人も多分いると思うんだけど、私はそうじゃない部類の後者の人間でして、ただ涙袋は欲しいっていうことでこちらのキャンメイク東京が一番ビビッと使いやすくって、これを一生使っておりました。これも5本目ぐらい、多分下半期どころか上半期も正直使ってたしずっと使ってるっていう感じのアイテムです。で、これはまずテクスチャーが神で、いろんな涙袋ペンシルこぞっていろいろ試してみたの。でもどれもリピなしで、理由はダマになる、ちょっと塗った時に乾燥しすぎちゃってダマになったりとかクリーミーじゃない、なんかすごい浮くっていうのが理由だったのね。なんだけどこのアイテムに関してはまずテクスチャーがクリーミーなのでスルスル、もうこれに見えないぐらいスルスルかけちゃうので肌なじみがいい、涙袋にダマができない、自然、なおかつ色味の展開がすごくて、これピンク系もあればベージュ系もあって、プラスオレンジ系もあるので、これオレンジ系なのね。オレンジ系って言ってもコンシーラーだからそこま
ですごく色がつくわけじゃないんだけど、なんかねピンク系とかベージュ系やってもここが浮くだけで、なんならここの位置が上がっちゃって中顔面下がらなかったの。なんだけどこれは肌なじみがいいオレンジなので中顔面も下がるし立体的になるし、ピンクシャドウをこの上からこうやって使っても馴染むし、とにかく良かった。なので私涙袋のペンシルあんまり似合わないとか描くのも似合わないし、パッといいものがないっていう方はこれを買ってみてください。続いてこれはね途中から空前のブームだったね。今はもう私にとってなくてはならないアイテム、こちらエテュセのアイエディションジェルライナーの02番です。これはなんか本当はこことかに使おうかなと思ってすんごい昔買ってたものなのね。それをなんかここ最近になってなんか粘膜の色ってさ、この中のねこの色って赤じゃん。だからそれにと同じような色のテンションでこことか描いたりとかここ描いたら目の幅広がるんじゃないって思って使ってみたら、あらびっくり仰天っていう感じですごく良かったっていう感じのアイテムになります。なんで私がこれを使ってるかというと、私ここの目頭部分の位置を下げたいの。このちょっと丸くなってて、それを位置下げたくってこれを使ってるんだけど、普通の黒とか普通のシャドウのカラーとかあとブラウン系とかで多分こことか描く方いるじゃん。けどそれが私猫目みたいになっちゃってギュンみたいな、目がきつい人みたいになっちゃって似合わないの。だから諦めてたんだけど、これを下にねここのくの字のところ、ここからちょっと下に下がるようにこういうイメージで下に下がるイメージで目頭を描いてあげるとすごく自然になるっていうので使ってます。あとは今日も使ってるんだけど、この黒目の下のところの粘膜、ここの粘膜の部分にこうやってさりげなく引いてるので、私今年下まぶたのマスカラ卒業したというか、しないメイクブームが今ずっと続いてて、下まつげ塗らないのね。でなんか下まつげ塗らないと中顔面下がんなくないって思う方いると思うんだけど、下まつげメイクが似合う方もいれば似合わない方も多分いるんだけど、もともと下まつげはあんまりマスカラ強く塗ると目が埋まっちゃう印象になっちゃって私には似合わなくてじゃなかったんだけど、じゃあもういよいよ描かなくてよくない、塗らなくてよくないになってこれを使い始めたっていう感じです。ここの黒目下のところに引いてあげると下まつげを描かなくても下に勝手に位置が目の幅が広がってくれるっていう感じです。しかもね粘膜の色と一緒だからシャドウで引いたりとかブラウン系のライナーで黒目下引く方もいると思うんだけど、それよりも圧倒的に自然で勝手に下がるっていう感じ、目の位置が。なのでこちらをよく使っております。これマジ本当におすすめ。あと口角にも使ってる、ここやってあげるのに使ったりとかもしてます。続いてこちらですね。これは Amazon で買ったよくわからん初めて知ったブランド、キャップビニみたいな名前のところのこちらの04番 G04 番を使っております。これは涙袋ペンシルのラメンバージョンで、これをここの下に塗ってます。これも何が良かったかって、これまた私涙袋ペンシルで発色がいいなって思うラメって一度もなかったの。今年さ韓国コスメどれもさいっぱい出してたじゃん。からもう全部買ったの正直。けどどれもなんかちょっとラメがマットすぎたりとか発色が良くなかったりとかしてあんまりって思うものがなくて、仕方なくシャーなしでいつもこういうラメとかのカラーをペンシルじゃなくてこうシャドウをねブラシでのせたりとかしてたんだけど、こちらに関してはシャドウのせなくても勝手にキラッとする、私の求めてた発色が出たっていう唯一無二のものになります。という感じのペンシル3本をおすすめさせていただきました。ちなみに爪がね中指両方取れておりまして爪がない紹介。最後リップ部分に移らせていただきたいと思います。でその前にチーク9回って多分思う方いらっしゃると思うんですけど、私のメイク動画見てくださってた方は分かる方は分からない方もいるかなという感じなんですけど、私今年はですねこういうシャドウパレットをそのまま一緒にチークで使うことが多くてですね、唯一ずっと使ってたものといえば多分上半期動画にも出してたステラのピンクのカラーになります。なんだけどほぼほぼシャドウと同じカラーをチークにものせていたので、使ってないものをベスコスですって載せてもしょうがないと思うので本当に使ってませんでした。もうシャドウをそのまま使ったよって感じで飛ばさせていただきます。でリップ部門です。まず一つでね、こちらもうずっと使ってましたリッププランパーです。これとちっちゃいタイプのやつ両方使ってたんですけど、こっちの方がなんかたくさん使えるのでこちらをよく使っております。これはリッププランパーで唇がとにかくポンってなります。なので朝私基本的にオフィス出社する時はあんまり家でメイクすることなくって、メイク用品を選んでぶち込んでポーチにでそのままオフィスですっぴんに行ってオフィスで化粧するっていうルーティンなんですけど、さすがにさオフィス行くまでのさ自分の顔悲惨じゃん。で
唇も色ないわけで時にこれだけ塗っといて、そうすると唇が勝手にパンって腫れてちょっと赤くなっていい感じの立体感の時にオフィスついてメイクできるっていう私のすっぴんの時にも使うアイテムになっております。もうこれとにかく、ヒリヒリしてすごくちょっと痛みがあるんだけど、唇のシワもなくなるしプルンっていう唇になるので、こちらはもう圧倒的ナンバーワンでございます。こちらはもう透明、無色透明になりますので、どのリップの上から使っていただいても大丈夫です。本日もね、私もこれ上塗ってるんだけど、大体ここの中央のところとここですね、こうやって塗っとけばもう上下プルッとするので、グロス的にもいいしリッププランパーとしてもすごく優秀っていう感じになっております。私はいつも Amazon でストック買いしております。はい、続きましてこちらジパンシーのローズパーフェクトリキッド37番ですね。私これもう1本ストック買っちゃった。これすごく良かったです。これも多分青み系のアイシャドウとかを使うようになってから、青み系のアイシャドウに合うリップなんだろうなってなって、ヌーディー系を使っちゃったりとか、コーラル系とか薄めのピンクとかを使うとバブリーな顔になっちゃうので、何が似合うのってなった時に赤みが強いピンクとか赤み系のリップを使うことが多かったんですよね。で私唇が割としっかりめにあるタイプだから、で目もさバチッといつもするから、唇赤いと全部が強い人みたいな感じで似合わないと思ってたんだけど、使ってみたらね馴染むもんなんですねっていう感じで、すごく私的にはハマったものになります。で赤系のリップ似合わないってずっと思ってたからこそ、自分が似合う赤系のリップをいろいろ探し求めてたんだけど、赤すぎたりダークすぎて人食べましたみたいな感じになったりとか、なんかすごく絶妙なラインだったんだけど、赤系のリップに苦手意識を持ってた私でも使いやすかったリップになります。でこちらリップバームっていうブルーになってまして、グロスっぽい感じになってます。こういう感じ、グロスっぽいリップグロスなんだけど兼バームみたいな感じのものになってます。でちょっとシアー感もあるから、なんか色合いもすごく絶妙、ツヤツヤになるし、1本でリップとグロスと両方だよみたいな感じ。今年ウォニョンちゃんのメイクとか多分すごいいろいろバズってたと思うんだけど、ウォニョンちゃんメイクとか好きな方とかはすごくこれも好きだと思うので買ってみてください。ただ唯一これちょっと食べたりとかすると割と取れやすいというか、この口の内側から取れやすくって、なんか縁は赤いんだけど内側だけちょっと色薄いみたいな感じになりやすいのが、ちょっともうちょっとなんかこう取れにくかったらいいのになぐらいなんだけど、色味は本当にパーフェクトでした。続いてこちらです。リップもね正直いろいろ使ってたんだけど、シピシピはすごくどれも良かったっていう感じでこちらを入れさせていただきました。これはシピシピのデューイフィルムティント02番になります。03番も使ってて、03番は私が今年暗髪でずっとワンホン系のブルー系の髪の毛したりとかそういうのしてたと思うんだけど、その時にすごくバズってました。03番もすごくおすすめなんだけど、02番もおすすめです。02番の方が使いやすいと思う。ちょっとさ今年さこういうくすみ系のアイシャドウとかくすみ系のリップとかってすごくトレンドじゃない？メイクで。でそれねすごくちょうどいい、こういう感じの色です。可愛らしすぎないピンクっていう感じかな。これも私はブルベ系のメイクとかする時はもちろんなんだけど、薄めピンクみたいなハッピーカラーみたいな感じの多幸感系のピンク使う時とかもこの色を使うと大人っぽいこなれ顔になるので、これで締めてたりとか、私スモーキーメイクもすごい暗髪にしてからハマってるんだけど、スモーキーメイクする時とかもこれ塗るといい感じに甘さがちょっと出てくれる感じで使っておりました。取れにくいしつけ心地もすごくいいし乾燥しないし、シピシピのこのリップは全種類買ったんだけど全種類すごく当たりなカラーです。はい、ということで、以上15点本日はご紹介させていただきました。これは本当に私がリアルに使ってたものって感じです。私のベスコス。でもそういうものか、そういう動画だよね。本当に私がマジで使ってたもの。使用頻度が多かった。なんか逆に私毎日メイクがないし、いろんなコスメを買ってるからこそ、そんだけいっぱいコスメに幅広くいろんなコスメ使ってるのに、その中でも一番いいんだって思ってくれたら嬉しいなと思います。多分私のメイクみたいなのが好きな方とか系統が好きな方とかをすごく使ってみたらハマるアイテムだと思うので、ぜひ買ってみてほしいです。基本的に多分今日紹介したものは大体、セレブなものはオフィシャルから買えるし、アットコスメで買うかオリーブヤングで買うか、あとはネットだったら Amazon で買うことが多いです。なんかよくどこで買えるんですかって言われると思うので、調べてくれたら基本載ってるから何でも調べれば大丈夫だと思うんだけど、わからないよっていう方は大体ネットだったら Amazon に売ってなかっ
ったらオリーブヤングかカットコスメかっていう感じですかね。で買わせていただいております。多分毎年さブームが変わってさ全然使うもの一式違うじゃん。今年は青み系というかモニョンちゃんメイクみたいなのにすごくハマってたので、また来年どんなメイク自分がハマるのかすごく楽しみでなので来年の動画もぜひ楽しみにしていてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。あ、待って違うよ、動画外でさ言ってたじゃん。何が言ってた？行うの話。これ動画外で言わないでちょうだいって言ったやつ。パウダーはマジでおすすめです。はい、パウダーね。あとのピンクの下地、おいのもこれ持ってるもんね。大好き。もううちの会社の子たちはみんななんかね、買ってくれております。もうこのセットマジでおすすめです。で私はパウダー本当に使えなかったんですよ。本当に乾燥肌、もうそうだね、すごいびっくりするぐらい乾燥肌だね。使えるコスメも限られてましたし、むしろパウダーなんか塗ったらもう肌が終わってしまうみたいな感じのお肌だったので、パウダー使う意味が分からなかったんだよね。そうです。このセルブのパウダーを使ってさきさんが筆でもおすすめって言ってたので、筆で使ってみたら肌も白くなって、さきさんみたいになっちゃったみたいな、本当に感動したんですよこのパウダー。そうっていう話を動画を撮り始める前にされて、いやどうせだったら動画内で言ってもらっていいっていうお話で今掘り返してもいただきました。掘り返させていただきました。で本当にいいんだよね。苦手意識を持ってる方とかね、特に使ってみてほしいなっていう感じなんですけど、それはね私が好きでいいなって思うものしか使わないから、私がいいなって思うのは当然のことなんですけど、なんかこうやってなんか他のね人とか、あとお肌のお悩みがある方にそうやって言ってもらえるのがすごく嬉しいよね。なんか成分とかにもすごくこだわってるし、もうメーカーさんにも「ノー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 」って「やり直し直し直しやり直しやり直し」って言ってる甲斐があって、すごく嬉しいなっていうお気持ちです。梅雨ぐらいまでか結構乾燥するじゃない。そういう時も使ってほしいです。本当にマジで乾燥知らずだから、私多分この先一生このパウダーしか使わないんじゃないかっていうぐらいの感じでずっと使ってるので、ぜひ使ってみてください。最後自分の宣伝みたいな感じになっちゃったけど、これはマジバナです。おいどんのベスコスも聞けたということで、はい、おいどんのベスコスはピンク下地とパウダーになります。そうだよね。おいどん多分クッションまで持ってるけど、クッションまで最近あんま使ってないよね。これとこれでメイクしてる最近は。乾燥しちゃうからね。しちゃうんで、もうこれとコンシーラーちょちょっと塗ってパウダーで終わりです。そう、おいどんはねこれとこれでコンシーラーちょちょっと塗って、でファンデーションそんなに使わないのよね。なのでそういうおいどんと同じお肌悩みがある方はその使い方もありかなと思います。私的にこれかな、一番お悩み解決は。目の形自由自在だから、こういうのもさ誰かが教えてくれないと分かんないじゃん。わかる？これ私これ言っちゃうんだよね好きなんだがこれビヨンビヨンじゃんみたいな。はい、ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。バイバイ。